おい、何してるんだ。え？風邪になった友人に風邪薬を渡そうとした時でした。この日は友人夫婦と旅行に来ていたのですが、友人は体調が優れないようで、早めに宿で休んでもらっていたのです。彼女は妊娠中だ。ダメだ。そうね。ごめんなさい。あまりの夫の気迫に驚き、しどろもどろになってしまいました。なぜそこまで必死なのかも気になったのです。ただ、私以上に驚いていた人物がこの場にはいました。え？俺知らないけど。は？その言葉に私は夫の方を見ました。どういうことか説明してくれるか？友人の夫は夫に詰め寄ります。それに合わせて私も夫に質問しました。なんで旦那さんが知らなくて、あなたがそんなこと知ってるの？いや、それは。楽しいはずだった旅行も、その場が凍りつき、一気に修羅場へと突入したのです。私は上田日和30歳です。今は子供の頃からの夢だった教師として働いています。夫のミキヤは2歳年上の同じ教師で、知人の紹介で知り合いました。その頃の私は、教師になったばかりで不安なことを相談していたのです。何度も顔を合わせるうちに、お互いに惹かれ合い、交際が始まりました。日和は、子供は何人欲しい？子供？2人かな。2人か。いいね。うん。突然、子供の話をしてきたミキヤに私は、どうしたんだろうという気持ちでいっぱいでした。まさかその話をした2日後に、プロポーズを受けるとは思ってもいなかったのです。こうして、私とミキヤは結婚することに。この時私は27歳でした。お互いに仕事は忙しかったのですが、それでも夫婦仲は良かったと思います。なかなか難しいもんだね。頑張ってるんだけどね。でもまだ若いし、焦ることもないか。結婚して1年が経った頃から、私たちは妊活を始めていました。早く子供が欲しいというミキヤの気持ちに感化されるように、私も様々なことを試していたのです。しかし、妊娠する気配すらありません。こうなると焦らなくてもいいと言っていたミキヤも、徐々に態度が変わっていきました。最近、帰ってくるのが遅いけど。そう？まあ今はテスト期間中だし、残業が多いんだよな。それなら仕方ないか。それに日和だってこういう時はあるだろう？そうね。確かに夫の言うことは的を得ていたため、この時はあまり気にしていませんでした。しかし、数ヶ月経っても帰ってくるのは遅く、日によっては24時を超えることも。さすがにこれはおかしいと思い、再度ミキヤに尋ねると、私の想像を超えた反応をしてきたのです。はあ、またその話か。その話かって大事なことでしょ？こっちは疲れてるんだよ。もう少しねぎらうとかあるだろう？私だってそうしたいけどさ。もういいよ。俺はもう寝るわ。何も解決しないまま月日だけが過ぎていきました。私は友人の咲子にこのことを相談することに。この咲子というのが実は夫を紹介してくれた人物だったのです。どう思う？とりあえず様子を見るしかないんじゃない？今何か言っても気持ちを逆なでするだけだと思うし。そうなのかな？そうだって逆に心配しすぎると良くないって。咲子のところは何も問題ないの？まあ、うちは順調かな。咲子の言葉とは裏腹に、その表情はどこか冴えないようにも見えたのです。結局、私は咲子の言葉通りにしばらく見守ることに決めました。この時の私は、これから起こることを何も想像できていなかったのです。今度の冬にさ、みんなで旅行に行かないか？みんなって？そりゃあ咲子たちに決まってるだろう？もう向こうの了承は得てるしさ。了承？いつ？私の知らないところでそんな話になっていることに驚きを隠せませんでした。それに咲子も私には何の連絡もしてきていません。それで日和も行くよな。それはもちろん。そもそも
すでに旅行に行くことが決まっているのに、断ることなどできません。それに、私は嫌な予感がしていたのです。旅行まではまだ数ヶ月あったのですが、ここ最近ずっと冷たかったミキヤが急に優しく接してくれるようになりました。さらに笑顔も増え、やたらと機嫌が良さそうにスマホを見ていることが増えたのです。しかもそれだけではありませんでした。ただいま。おかえり。何かいいことあった？どうして？だってすごい嬉しそうだし、帰りも早いしさ。ああ、特に何かあるわけじゃないけど。なんだよ。いや別に。そして、私の横を通り過ぎようとした時でした。甘いような香りを感じたのです。ねえ、何か甘いような匂いがしない？いや、俺は別に感じないけど。そうかな？勘違いだったかも。そう言ってやり過ごしました。ミキヤは気づいていないようでしたが、匂いは残っていたのです。教師という職業柄もあって、普段から私もミキヤも香水などはつけていません。ここまで来ると、どこかしらの女と会っていたのは確実でしょう。こうなると、私のやることは決まっていました。ミキヤの行動を調査するために探偵に依頼します。それからは、ミキヤに悟られないようにいつも通りの生活を続けました。私がそんなことをしているとは思っていなかったのでしょう。相変わらず帰りが遅い時もありましたが、余計な詮索はせずに自由にさせていました。そして、あっという間に月日が流れ、旅行の当日を迎えます。準備はできたか？うん、大丈夫だよ。私たちは友人夫婦と駅で合流しました。日和、久しぶりね。今日はよろしくね。私たち4人は観光地などを回り、楽しんでいたのですが、咲子どうした？ちょっと体調が悪くて、もしかしたら風邪かな。だったら早めに宿に行って休もうか？そうだな、そうしよう。この時のミキヤはやけに咲子のことを気にしているように見えました。そして宿へ向かい、咲子を部屋で休ませることにしたのです。そんな時でした。おい、何してるんだ？風邪になった友人に風邪薬を渡そうとした時でした。彼女は妊娠中だ。ダメだ。そうね。ごめんなさい。あまりの夫の気迫に驚き、しどろもどろになってしまいました。なぜ、そこまで必死に咲子のことをかばうのかも気になったのです。ただ、私以上に驚いていた人物がこの場にはいました。俺知らないけど。は？その言葉に私は夫の方を見ました。どういうことか説明してくれるか？友人の夫高則さんは夫に詰め寄ります。それに合わせて私も夫に質問しました。なんで旦那さんが知らなくて、あなたがそんなこと知ってるの？いや、それは。楽しいはずだった旅行もその場が凍りつき、一気に修羅場へと突入したのです。それよりも、ここの宿は露天風呂が有名らしいんだよな。だから行ってくるわ。そう言ってミキヤは部屋を出て行ってしまったのです。あまりの身勝手さに私と高則さんは思わず顔を見合わせました。都合が悪いと感じたミキヤは逃げ出したのです。そして残された私たちは咲子に話を聞くことに。風邪で寝込んでいる咲子に話を聞くのは少し気が引けます。しかし、こうなってしまったら仕方ありません。寝てるところ悪いんだけど、どういうことか説明してくれるよね。日和さんの言う通りだ。咲子の顔を見ると先ほどよりも顔が青くなっていました。それは風邪のせいではありません。何も黙ってちゃわからないだろう。ちゃんと話してくれる？もう隠しても意味ないから。二人で詰め寄ると、咲子も観念したのか、ゆっくりと話し始めました。お前、なんてことを。どうやらミキヤと咲子の関係は1年近く続いているそうです。振り返ってみれば、私とミキヤの関係が悪くなり始めた時期とぴったりでした。さらに私は妊娠についても尋ねます。あなたたちの関係は理解できたけど、妊娠はいつから？
妊娠してるって分かったのは2ヶ月くらい前だと思う。ああ、だからか。何か心当たりがあるんですか？その時期からミキヤがやけに嬉しそうにしてたことを思い出したんです。そうだったんですか。少しの間、沈黙があったのですが、高則さんもあることに気がついたようでした。そもそも、お前は子供は欲しくないって言ってなかったか？あ、いや、それは。そうか。俺との子供はいらないけど、ミキヤさんとの子供は欲しかったわけだな。違うわ。違う？ふざけるなよ。高則さんの怒りはどんどん膨れ上がっているようでした。普段温厚な人でもいざという時は、こうなるのだなと不覚にも感心してしまったのです。その後も咲子に対する非難は続きます。やがて咲子も耐えられなくなったのか、涙を流していました。でもこれは自分が招いたことです。友人ではありましたが、同情の気持ちはありませんでした。それから1時間ほど経つと、ミキヤが戻ってきたのです。おかえり。話があるからこっちに座って。ああ。素直に指示に従うミキヤ。今度は私の番なのです。はじめに聞きたいんだけど、何か先に言っておくことはある？言っておくこと？とぼけたように答えるミキヤに、私の堪忍袋の尾はついに切れます。咲子から聞いたけど、それでも言うことはないって？はあ。俺は咲子と浮気してる。それに俺の子供を妊娠してるんだ。本当に最低な男ね。するとミキヤは謝罪するどころか原因は私にあると言ってきます。そもそもお前が妊娠してればこんなことには。はぁ？何ふざけたこと言ってるわけ？そっちが悪いのに私のせいにしないでくれる？こうなったらしょうがないだろう？しょうがない？ここまでクズだとは思わなかったわ。そんな言い方はないだろう。訂正しろよ。絶対に嫌。この後に及んでまだ反抗的な態度をとってくるミキヤには、呆れるというか話すことも面倒になってきました。まあ別に反省する気がないなら別にいいわ。こっちにも考えがあるし。考え？そうだよ。ここまでされて夫婦で居続けるなんて無理でしょ。私は身支度を整え始めます。何してるんだよ。今から帰るのよ。こんなところには1秒だっていたくないから。すると高則さんも私の考えに同意してくれ、支度を始めます。あなたも？ああ、日和さんの言う通りだからな。俺もお前みたいな女とはこれから先、やっていける気がしないな。15分ほどで荷物をまとめた私たちは、宿を後にすることに。じゃあ、私たちは帰るから、あとは2人でよろしくやってね。おい、待てよ。せめて自分たちの宿代くらいは置いていけよ。そんなことするわけないでしょ。それと言っておくけど、覚悟しておいてね。そう言い残し、私たちは最寄りの駅までやってきました。高則さんは、これからどうするんですか？とりあえず、家には帰れないから一旦、実家にでも戻ろうかなと思ってる。それがいいですね。私もそうします。それにさっきは言えなかったんですが、実は少し前から、ミキヤの素行調査を依頼していたんです。そうだったの？はい。会ってた証拠とかも出てくると思います。だから私はいつでも協力しますから。ありがとう。心強いよ。高則さんと駅で別れた私は、電車を乗り継ぎ実家へと向かいました。時刻はまだ16時を回ったところです。するとスマホが鳴り、電話に出ました。もしもし。なるほど。わかりました。すぐに伺います。その電話は調査を依頼していた探偵事務所からでした。私はすぐに電車を降りて事務所へ。これが調査結果になります。探偵から渡された封筒には、ミキヤとサキコが写った写真が何枚も出てきました。以前なら驚いていたかもしれませんが、私は至って冷静だったのです。これだけの証拠があれば、慰謝料だってたんまり取れるだろうと確信しました。渡された封筒を持って今度こそ実家に帰ることに。実家に到着すると、いきなり来た私に驚いていた両親も話を聞いて納得したようでした。しばらく実家に滞在することを決めた私は、
すぐに離婚とミキヤを訴える準備を始めます。こうなったら徹底的に仕返ししてやろうと思い立ちました。実家に来てから3日ほどが経った午後にミキヤから連絡が。何？お前、今どこにいるんだ？教える必要はないと思うんだけど。はぁ？俺たちは夫婦だろ？妻の居場所を聞いて何がおかしいんだ？夫婦ね。確かに今はまだ夫婦だけど、それもあと少しで他人になるし。俺と離婚するってのか？私はそんなミキヤの言葉にため息が出てしまいました。当たり前でしょ？それに浮気してたわけだし、慰謝料もたっぷりと請求させてもらうから。だけど証拠がないだろ？何の考えもなしにそんなこと言うと思う？しっかり証拠は抑えてるから。ちょっと待って、どういうことだ？状況がいまいち分かっていないミキヤを無視して電話を切りました。すでに弁護士に離婚調停の依頼をしていた私は、ミキヤがどんな表情をするのか楽しみで仕方ありません。2週間後には正式に離婚が成立して慰謝料も請求しました。ただ、この慰謝料は私だけでなく、高則さんからも請求があったので、2人分を支払う義務が発生したのです。それに、ミキヤに対する復讐はこれだけでは終わりませんでした。日和、お前余計なことをしてくれたな。離婚が成立した翌日のことでした。激怒したミキヤからの電話です。いきなり何？よくわからないんだけど。しらばっくれるな。学校に行ったら呼び出しを食らって、子供の教育に悪いからって地方に飛ばされることになったんだぞ。そうだったんだ。それは残念ね。お前が何かしたんだろう？わかってるんだ。そこまで言うんだったら、証拠はあるの？証拠？そんなのなくたってわかるんだよ。想像だけで話すのはやめてよね。悪いけど、ちゃんと私みたいに証拠を持ってきてから言ってね。その後もミキヤは激怒していましたが、そんなことはどうでもよかったのです。確かにミキヤの言う通り、学校に連絡したのは私でした。でも匿名という形だったため、学校側も私の正体には気づいていません。本当にざまあみろとしか言いようがありません。もしもし、高則さんですか？そっちはどうなりました？日和さんのおかげでスムーズに離婚できたよ。そうですか。こっちもミキヤの勤める学校に情報を流したので、もう終わりでしょうね。どうやら二人は一緒になるつもりらしいけど、まあやっていけないだろうね。私もそう思います。咲子は高則さんと結婚する際に専業主婦になっていました。そんな状態で二人から慰謝料を請求されたらどうしようもないでしょう。さらにミキヤは左遷されるわけですから、生活もままなりません。咲子のことは大切な友人だと思っていましたが、こうなったらそんなことも言っていられないのです。1ヶ月後に咲子からも連絡があったのですが、日和、この前のことは謝るから助けてほしいの。助ける？そんなことするわけないでしょ。これはあなたたちが望んだ結果でしょ。こうなるなんて思ってなかったの。仮にそうだとしても自業自得でしょ。残念だけど、もう連絡はしてこないでね。じゃあね。電話を切ってからすぐに着信拒否にして連絡先も削除しました。これからきっと苦労するでしょう。その後、実家を出て新しい家での生活をスタートさせました。仕事に打ち込み、以前よりも充実した毎日を送っています。高則さんとは同志のような形になり、今では飲みに行く仲になりました。これから先の長い人生はきっと楽しいものになるでしょう。スカッとしていただけましたか？いいね、チャンネル登録をしていただけると今後の動画制作の励みになります。また次の動画も見てくださいね。